よくなる TV。 これで治らなかったら病院へ。腰痛の患者さんに寺川メソッドを使ってみたら、ほとんど痛みが取れてしまった。マジで？重たくなるのはこの辺ですか？この辺ですよね。ああ、この辺、ちょっとこの腰骨の周りから。じゃあ今ゆっくり立ち上がってもらって、でゆっくりしゃがめるとこまで行ってみましょうか。痛みきます。さっきよりも楽です。少ししゃがめ。さっきより深く上がりましょうか。はい。痛みの感じどうですか、最初。痛みの感じは？痛みないです。ちょっと落ち着きました。ちょっと重苦しい感じが。ここら辺が軽くなってるの。オッケーです、オッケーです。ここら辺はまだなんとなく違和感はありますけど、はい。この辺？はい。軽く押しますよ。はい。押して痛いですか？痛くない。押して痛くない。こっちは？気持ちいいぐらい。気持ちいいぐらいですね。ちょっと引っ張りますよ。ちょっとここが伸びづらいですね。反対側いきますね。もう一回ね、ゆっくり横に腰掛けましょうか。よくなる TV。 これは掴んでたのは？これは皮膚ですね。はい。硬いとこと柔らかいとこ違いがあった？そうですね。途中比べたんですければ、右の方が結構硬くて掴みにくい感じですね。なんか左の方で結構グッて掴んで引っ張るとついてきてくれる感じがあったんですけど、右の方がなんかつまむこと自体がちょっと難しい部分があったので、ちょっと長めに引っ張ったらそこがしっかり伸びるようにっていう、ところから引っ張りましたね。そう悪いとこは硬いんですよ。ね、伸びが悪いから突っ張り感感じるとかね、重たさ感じるとかなるんですよね。それを解放してあげたら一瞬で楽になるんです。ちょっと技術がいるんですが、うまいもんだから一発で小声なのがちょっと怖いいやでも本当にですね、なんか変にこうこねくり回すっていうか、結構グッて指とかでなんか手のひらとかでグッて強めに押される先生、僕も前そういうやり方やってたんですけれども、あんま良くならないんですよ。逆にこうひどい時なんかやっぱ痛みが強くなったとか言うんですけど、なんかそういう時って便利な言葉が我々あって、我々というか僕らじゃないですよ、先生じゃなくて柔道整骨院とかで働いてた時ですね、好転反応という言葉をよく使ってたんですよ。なんでしょう、その悪くなってるところにちょっと刺激を入れて、その反動で体が回復するよっていう説明をしてたんですけれども、先生あれは実際どうなんですか？アウトですやっ
ぱりですか。好転反応というのはないです。ああ、やっぱないんですね、あれ。はいあ良くなるんであればすぐ良くなりまあ、す。ただ組織をね癒着を剥がしたりとかしてその別の痛み、はい、そういったところはあるよ。うんそれを好転反応というならば好転反応かもしれんけど、よく言う指圧をしてね、本当はね癒着してるから痛いんであって指圧をするとさらに押し付けるから悪化するわけですよ。でも押されてると気持ちがいいじゃん。気持ちがいいから治ったと人は勘違いするのね。正座なんかボキボキやると気持ちがいいわけですよ。だから全然治ったらいいことになってない。でも気持ちがいいものだから患者さんは治った気になる。だからそういうね演出効果による精神作用を狙ってるんですよね。すごい、ある種業界の闇を、ね、だから皆さんはこう騙されないように気持ちがいいイコール治るではないです、ね、なので良くなる時はね一発で良くなったってこれ効果があるって直感しますから、それができない時は時間かかる場合はね先生の言葉を信じてやり続けていったら翌日とか3日後には本当に言った通りになったと言ったら丸ですけど、悪くなったらちょっといかんね。そうですよね。本来治しに来てるのに悪化して帰るとは、これいかにという感じなんですね。はい。よくなる TV。起き上がるとき大丈夫です。大丈夫でし全然違います。よかったです。軽くなった。そしたらもう一回立ってもらって、ゆっくりしゃがんでいきましょうか。楽。だいぶお尻がすごくつくようになりました。つかなかったのに。大丈夫そうです。楽です。起き上がるときとか腰の痛みどうですか？違和感が取れます。全部じゃないけど。もちろんね。8割方良くなってる。だいぶ取れました。よかったよかった。体軽くなって。そしたらちょっと軽く一周ぐらい回ってみましょうか。歩いたとき腰の感じどうです？大丈夫です。最初来られた時よりだいぶ全然こうやってね、昨日もこんなしてもう孫帰った後はもうこんなやって歩いてましたけど。そうですよね。大丈夫です。じゃあ一回座っていただいて、痛かったでしょ。ありがとう。いえいえ。楽になりました。結構お腹のところですね。なんでご自宅とかで寝転がって大丈夫です。お腹にグッと。そうこういう感じで。こうですか。こうしましょうか。そう。でこうやって持ち上げるんですか。でグッて差し込む。そう。イメージは背骨に届くぐらいまで。でだから痛いところ押さえる。そう硬いところを押さえてあげるのが一番いい。ただですね、お腹に腹大動脈って言って大きい動脈あるんですよ。でそれが分かる目安としてはドクンって拍動があります。それを感じた時はすぐ離してください。動脈なんでそれをちょっと無理やりやると破れる可能性があるんですよ。それやっちゃうと本当に命の危険があるんで、ちょっとでもドクンって感じたらもうすぐ離して、それ以外のところを探して硬いところを緩めてあげるというところです。体が温かくなりました。多分この辺で固まってた血が流れるようになってきてるから、多分それで暖かくなってると思います。であとちょっとお尻のところに関しては結構その皮膚ですね硬かったので、ご自身でできるなら自分でできるなら引っ張ってあげて、自分でこう引っ張るんですか。でもしちょっと難しいなって思ったらご家族の肩に引っ張ってもらえるようにしてもらうとね、その辺が今ちょっと筋肉とやっぱくっついちゃってるんで、そこで違和感出てきてるんですよ。やっぱしっかり剥がして筋肉だけがちゃんと動けるようにしてあげると、その分の違和感っていうのが取れてくると思います。なるほどですね。そういうことなんだ。わかりました。大丈夫そうです。軽くなりました。楽になった。いえいえ。してよかったです。ありがとうございました。よくなる TV。すごいじゃないですか。一発で治りましたよ。素晴らしいです。ありがとうございます。はい。よくね、最後ね、大動脈の話もしてるからね、あれがね非常に危険です。お年を召した方というのは血管硬くなります。
で硬くなって胃のね裏側にあるからね、背骨の前、へその上ですよね。だからお年を召した方や血圧が高い方というのはそこを絶対触らない、それは非常に重要ですね。あと大動脈瘤ができてる人ね、70代80代でもう大動脈瘤って言われた人はもう触ってはいけないです、でものすごくコブがねまっすぐな血管にこんなコブができるんでね、大動脈瘤ってで血管薄くなってるんでちょんと触るとパンと破裂すると三途の川を渡ります。恐ろしい、恐ろしすぎる。私も過去に、ね、何人かねそういうおじいちゃん見ましたけど、でそれ腰が痛いんだよ、で内臓性っていうのも分かってるわけだから、その場合っていうのは瘤を避けてねって、分かってるからいいよね、ここにこの辺あるからって触ったら分かるんですよ、でねお腹の皮膚のところにね、血管が浮き出てくる。そんなですか。もう血のね行き場所ないから、それでもう表面に浮き出てきたりするね。で腹はぐってみると血管が出てたりして「おじいちゃんこれ大動脈瘤ないですか?」って言うと「いや言われたことあるけどそれから病院行っとらん」とか言われるから、もうシュッと青くなるよ俺はね。恐ろしすぎる。で腰が痛い腰が痛いで病院はスカンとかね「おい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 」ってちゃんと言ってくれよって思うけどすぐ病院に送るけどね、まあこうしてくださいと、ちょっと瘤を避けて瘤がないとこね、コブがないとこね、下の方からグッと押せて楽になるっていうとこうしたら楽になるとか言われますよ。だからそこ以外触ったらダメよっていうね。で楽になったところを押し取ったら持ち上げたら楽になるからね、それで歩いてねって。いやもうここを押したら本当楽になるわ、いいこと聞いたとかで帰られるけどね、もう絶対そこ以外触らせたらダメね。いや本当に命に関わります、これは。だからこれをご覧の皆さんは見よう見までやられると思いますけど、その時にドクンとくるとダメです、でも若い人はいいですよ。若い人そんな人見たことないからね、なので胃の前へその上を触らないっていう、これはもう口酸っぱくして言っておきます、世次郎が見えますからね。怖い、怖すぎる。これですね、最後一応お尻の部分ですね、引っ張るところっていうところ、なぜそうなっているのかっていうところも基本的に今回僕はさせていただいたんですけれども、やはり我々としては知識をやはりお伝えしていきたいところなので、最終的にはもう自分でできるようにっていうところで、先ほど先生に説明いただいた動脈を避けるというところですね。あと皮膚のなぜ皮膚を引っ張るのかというところを今回説明させていただいて、おかげさまで無事ですね、ちょっと完全にはさすがに1回ではいかなかったんですけれども、でも8割7割ぐらいは楽になられたということが聞けたので、ちょっと僕としても、非常にありがたい経験をさせていただけたと思います。8割治ったと言われたらそのまま良くなるよ。今日あたり良くなってんじゃない？それから一応確認したんですけども、あれからはそうでしょ。出てこなくなったという連絡。素晴らしいです。本当にありがとうございます。いやでもこれでもですね、まだ先生から教えていただいた知識の一部なんですよ。まだまだたくさんあるので、これからですねチャンネルを通して皆さんにしっかりお伝えさせていただければと思います。動画が面白かったらですね、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。では先生、今日は見ていただいたことと貴重なご意見またありがとうございました。また次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。これで治らなかったら病院へ。ご視聴ありがとうございました。寺川先生のオンライン施術を受けたい方は下記よりお申し込みください。当チャンネルでご紹介可能な方は割引があります。